これより開廷します。準備はよろしいですかな。警察側準備完了しております。弁護側準備完了しております。今日はどんな小さな隙間を見せられないか。三剣検事冒頭弁論をお願いします。被告人綾里弥生は事件当時殺人現場にいた。検察側は彼女が犯行を行ったことを示す証拠品として犯行を目撃したという証人を用意している。被告人の有罪は一点の疑う余地もないであろう。最初の証人を入廷させていただこう。名前と職業は？自分の名前は糸の小桐圭介さ。殺人現場捜査担当の糸の小桐刑事。まず事件の説明をお願いします。死体は窓際のこの位置に倒れていたんです。被害者の死因は鈍器で殴られた際の失血死。凶器は考える人の置物で死体のそばに転がっていたっす。女の子でも十分犯行が可能な重さっす。君は現場にいたやつともいうすぐに逮捕した。それはなぜか？動かぬ証拠があったからっす。自分は電話の通報で事件を知り現場へ駆けつけたっす。自分は迷わず綾里弥生を逮捕したっす。その理由は通報者の目撃証言が。またちょっと嘘をつくのやめてもらっていいですか？怪しげなピンクの女性の証言のどこが動かぬ証拠なんですか？梅尾さんは怪しげでもピンクでもないっす。何のことを想像してるんだ。そして死体のそばでメモを見つけたっす。明らかに血で迷いと書いてあったっす。科学分析の結果この血は被害者のものに間違いないっす。そして被害者の指には血がついていたっす。また血はどっちの手の指についていましたか？これ大事、こういうとこ大事だからね。右です。千尋さんも右利きだ。被害者のものに間違いはないっす。でも即死って書いてある。異議あり！そうだよ！あなたは被害者の千尋さんがこの文字を書いて被告人綾里弥生を告発したと本気でそう主張するつもりですか？来た見つけちゃったもんね。当たり前っす。他にかけた人間はいないっす。違う逆ですよケイト。このメモ被害者にだけ絶対にかけたはずがない。そう、これはあなた方警察の資料だ。鈍器による一撃で即死。死んでるはずないじゃないですか。弁護人、失礼だがその解剖記録はいつ手に入れたものかな？いつって。あれは事件のあった次の日のことでしたけど。古いよ弁護人。昨日私の命令で再調査があった。なぜ再調査などする必要があったんですか？君が何と言おうとこの記録は正式なもの。いかがだろうか。被告人が犯人を告発したという可能性は極めて高い。なんでいちいちお辞儀するの？シャチ君です。よろしくお願いします。ざわざわするな、ざわざわ。厄介だな。今ので法廷中の男のハートをがっちり押しつかみだぞ。おい、間違ってるだろそんなの。あれは夜の9時頃でした。運命を窓を見たんです。そうしたら長い髪の女の人が襲われてるじゃないですか。襲っていたのはもちろん被告席のまたどうしてそれが被告人だと分かったんですか？だってもし本当に綾里弥生を目撃していたのなら体型よりも先に服装が目につくはずです。そうだよ、こんなに目立ってる格好普通になんか和装してる人がって言うよね。しかし証人の証言ではそのことはもう完全に無視されてる。そんなことはありえないのです。それは僕は見ました。そして先ほどの糸の子刑事も見てるはずです。何それ。梅をちゃんと見てたわよ。すみません、梅を反省。被害者の女の人最初の攻撃をかわして右に向かって逃げたの。凶器だってちゃんと見たわよ。時計よ時計、起きど。意義あり。梅尾さん、あなたは今とんでもないことを口走りましたね。何を脅かすのはなしにしてよね。この考えてる人をあなたは起きの刑と言った。しかし見ただけでそれがわかるはずないんですよ。
梅代さん、あなたはなぜこれが時計だと知っていたのですか？弁護人は細かい点をつついて目くらましをしようとしている。当たり前だ。細かい点が大事なんでしょうよ、裁判ではよ。結局どういうこと？なぜ競技が時計と知っていたか答えるんです。梅代、聞いたから。あなたは綾里法律事務所に行ったことがあるんですか？聞こえなかったという証拠はあるのかな？いいですか、この時計は鳴るはずがない。なぜならその時計には今機械が入っていないのです。どうですか裁判長、弁護人の言う通り空っぽです。なるほど。これはどういうことですか？ご覧になった通りです。時計に機械は入っていなかった。だから鳴るはずがなかった。したがってこの証人は大嘘つきです。なかなか楽しませてくれるね、弁護士君。こいつは時計が空っぽだったかもしれない。どうやら君は一つ忘れているようだ。確かに時計は空っぽだな。鳴るはずがない。しかしその時計の機能がいつ抜き取られたのか。証人が音を聞いた後に抜き取られたなら何の矛盾もない。三剣検事、覚えている？法廷では証拠が全てだったっけ？見せてやるよ。あんたの大好きな証拠はこれだ。くらえ。これを見てください。何やら怖い携帯電話ですな。まあ弁護士さん女の子も。いや、これはその僕のじゃないですよ。デレデレするな。いいですか？これは被告人の携帯電話です。そしてこいつには事件当日の被害者との会話が録音されているんですよ。被告人の携帯電話で聞いてない。私はとにかく聞いてみてください。とにかくその考えれて預かればいいんだ。そうよ。でも今はこの時計喋らないけど。なんでつまんない？さっき時計の機械を抜いちゃったから。9月5日午前9時27分。勝利の音。つまり事件のあった日の午前中、まだ証人がホテルに来る前から機械の時計はすでになかったわけですよ。さあ梅代さん、聞かせてもらいましょうか。なぜ凶器が置き時計と知っていたかをね。確かそうです。あの時計前に見たことがあるんです。くらえ。これだよな。簡単なことです。あの時計は店などに並んだことはない。そう、あれは僕の友達が作ったものでね、この世に2個しかないんですよ。しかもそのうちの1個は警察が保管しています。さあ今度はどんな言い訳をしましょうか。いや、もう言い訳しようがないかな。うわなんだってそれだよ、このギザギザ頭が。こんな時計のことなんかどうだっていいんだよ。あの小娘がやったんだ。とっとと死刑にしろよ。今埋めよったな。ちょっぴりマジヒレちゃったみたい。怖いよ。はい、では僕の考えを言います。松竹梅代はなぜ凶器が時計だと知っていたのか。これなんだよね、梅代の部屋から見つかった盗聴器。これがね、めちゃくちゃ気になるんだよね。怪しい。あんた何してんのよ。あんた触れてないわよ。これは盗聴器だよな、間違いなく。あの女なんでこんなもの。証人はあの時計を手に取ったことはない。しかし彼女はそれが時計であるという情報を聞いていたんです。それ以外に彼女が考える人を時計だと知る方法はない。そして僕はその証拠品を提示することができます。くらえ。これを見てください。あなたは被害者綾里千尋さんの電話を盗聴しています。裁判長、これはもうお話にならない。電話を盗聴していたと主張するつもりか。そりゃそうでしょう。それならばまず証明しなければならないことがある。すなわち被害者が電話の会話中に凶器を時計と言ったことがあるか。そんなことが君に証明できる
ますよ。ここ簡単にね証拠があるんです。お姉ちゃんどうしたの？珍しいね。実は預かってほしいものがあって。また今度は何？起き時計よ。考える人の形をしててなんと喋るの。ごめんね。松竹梅代さん、あなたは同調器を使い会話を聞いていた。だから考える人が時計だと知っていた。違いますか？裁判長、これはもうお話にならないかどうか証人の顔を見ていただきたい。証人、うるせえってやつやつからしか聞いてねえ、このタコがどうなのですか証人。あなたが殺人とは無関係だと証明はできません。ダメに決まってんだろ。残念でした。できるに決まってんでしょ。そんなバカな。いい？事件があったのは夜の9時頃でしょ。梅よ、その時ボーイさんからルームサービスを受け取ったの。嘘だと思うならボーイさんに聞いてみたら？誠に遺憾ながら証人はどうやら被害者の電話を盗聴していたらしい。しかしそれはこの殺人事件とは全く関係ない別の犯罪だ。このままじゃ逃げられない。梅と殺人事件を結びつけられない限り勝ち目がない。ルームサービスを頼んだボーイを尋問させてください。そこに何か取り組があるはずです。そう来ると思ったよ。もしボーイを尋問した結果、松竹梅代のアリバイを崩せなかった場合は自動的に迷いが有罪ということになる。それで叶わないよな。ずるこいつ、なんでそれ。諦めるってことはなるほど梅子ちにはないもんな。とりあえずやってみるか。わかりました。条件を飲みましょう。いかにもボーイのイメージに忠実な男だ。はい、あれは夜の8時過ぎでしたか。梅代様からお電話がありました。きっかり9時にアイスコーヒーを持ってきてほしい。また松竹梅代本人間違いありませんか？もちのロンでございます。その妙な自信は一体どこから？そのルームサービスをお持ちした際にですね、接吻をいただいたもんで、こいつ接吻してるんですけど、きっと私この字だったのではないかと。私もう忘れられなくてダメだ。何も見つからない。もうしまいか。やっと分かってもらえたかね。このボーイには嘘をつく理由がないのだよ。ちょっと待ってください。今さら何を言う？最後に一つだけ質問させてください。そんな無駄なこと。もう一度ルームサービスのことを聞かせてください。1800円随分高いですね。ピカー今なんて言いました？2人止まっていたんですか？とりあえず異議を申し立てるな。普通言うもんなんじゃないんですか？いえ、実はそこのお願い限りそのことは言うなこのバカボーイが。松竹梅はツインルームに男性と2人でチェックインした。この男の存在を今まで隠してたのはどこのどいつだ！裁判長、この時点で被告に速さと迷いに判決を下すのは不可能です。なぜなら犯人の疑いが強い人物が他にいるからです。そうですね、水縫い源人貴様ごとき素人にこの蜜レギが